先日いきなり10万円が手に入りました。そしたら、次に60万円が振り込まれました。その前の10万円とは関係ないお金です。どちらも、ただ遊んでただけなのにもらえたお金でした。そして今後はずっと毎月、働かなくて済むほどの金額の不労所得を得られるようになりました。すでにあるが突然負に落ちてから、2週間も経っていませんが、いくつかある願望の一つ、お金が欲しいがスルスルと減少化しました。疑り深い僕、エゴのために、わざわざ別の領域、本当の自分ハイヤーセルフ宇宙、神 ETC が、ダメ押しのように何度も分割して引き寄せてくれたんだと思います。不安感が木っ端みじんになってからは、毎日面白いことや不思議なことが起こっています。すでにありました。まさに完璧です。誰でも、本当の自分は幸福がデフォルト、幸せで、豊かで、何でも持ってます。でも僕はエゴのメガネをかけていたから何も見えないままこれまで生きてきました。以前、買いの方がうまくいく流れであると書かれてたことは真実ですね。これまで読んだまとめの他の達人さんたちも、充足を見ろ、買いになれ、今、幸せになれ、と何度も言っていました。以前の僕、エゴと一体化してた時は、減少化してないのに、楽しい気持ちになれるわけないよ。それって単なる自己啓発系のポジティブシンキングじゃん。今でも十分恵まれてるんだから、それで満足してろってこと。アフリカの飢えた人より、ご飯食べられるんだから幸せだと思えってこと。贅沢言うなってこと。願望叶ってないのにふざけんなー。でかなりイライラしてました。これ全部エゴの嘘。勘違いでしたね。安心していること、信じること、楽しい気持ちであり続けることが何より大切なんですね。そうしたら怒涛のように充足が押し寄せてきました。質問。不労所得を得たのは何かを意図したからでしょうか。答え。僕の場合は先に、すでにあるが突然分かったことが大きいです。お金がない。どうしたらいいんだろう。というエゴの嘘が突然、木っ端みじんになったんです。あるじゃん。僕はどうしてお金がないなんて思い込んでいたんだろう。と、180度、認識が変わりました。これがある意味、明確な、意図となったんだと思います。それまではアファメーションで、僕はお金持ちになった、働かなくて済むようになったとかやってたんですが、僕はアファを何か呪文のように考えていて、何度も唱えたら減少化するって勘違いしてたんです。お金がない、どうしよう。と不足まみれになりながらのアファは意味がありませんでした。こんな焦燥感や不安感に震えながらの意図は本当の意図じゃないんです。でもそもそもアファって不足だからやるんですよね。願望がすでに叶っていて、大金持ちになってたらこんなことをわざわざやらないわけですから、ここがパラドックスになっていて、ループになる人が多いんだと思います。認識が変更する前の段階で、アファによって減少化させるには、物量作戦が良いかもしれません。エゴの不足感でいっぱいの頭の中をぶち壊す勢いで、徹底的にアファるのが効くと思います。エゴがワーワー言ってくるのを、大量の肯定的なアファで塗りつぶすわけです。力技でエゴを黙らせるんです。自己洗脳です。エゴがバニラトラック10台の第4強でやってくるなら、こっちはバニラトラック100台でやるって感じですね。するといつかエゴがギブアップして、そうだね。確かにもう叶ってるわと根負けします。その時くるっと認識が変わるんだと思います。先のエックハルト・トールさんは、気づきは恩恵のようなものと言っていますね。いつ自然に、すでにあると気づくのかは、エゴとしての自分ではコントロール不可能なのではないかと。でも潜在意識に興味を持った時点で、すでにその流れに乗っていますから、遅かれ早かれ気づけます。だから基本的に神にお任せしてほったらかしている。アファもやらないのが良いのですが、やりたがりのエゴ太郎が抑えられなかったら、アファの物量作戦にトライするのもいいかもしれません。それも含めて完璧な流れだったことは、気づいた後になればきっとわかりますよ。このまとめの抜粋元リンクは概要欄に貼ってあります。ぜひ、見てください。潜在意識チャンネルプレミアムでは、本当の引き寄せの法則を教えています。有料級の話をしています。概要欄にリンクを貼りましたので、ぜひポチってみてください。それでは次回の動画で会いましょう。